マッシュルームはね美味しい。たいめいけん3代目の茂木です。今日はシーフードピラフを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきたいと思います。食材をまず切っていきたいと思います。まず玉ねぎから切っていきたいと思います。はい、みじん切りにします。こう繊維沿って切っていきます。最初は繊維沿って切っていって、あとは横に向けてちょっと線を入れて、あとはこう切りで細かく切っていきます。まあ切れる包丁なんでね、もう目が涙が出てきません。先を押さえてね、こうてこの原理で大体5ミリぐらいの大きさでね切っていきます。ご家庭ではね、普段シーフードピラフってあんまり作んないと思うんですけどね、とっても美味しいシーフードピラフの作り方を本当お教えしたいと思います。マッシュルームですね。フレッシュを使うのはね、香りがあったりしますんでね、食感もありますし、これもあんまり薄くするとね、形がすぐマッシュルーム形が壊れてしまうんで、少し5ミリぐらいの厚さで切っていきます。石突きも取ってもいいんですけども、もったいないでね。あとはね、ピーマンですね。ピラフはもうピーマンもう必需品です。パプリカはやはりね、肉厚があるんでね、ピラフにはねちょっと相性があまり良くないんで、普通のピーマンもう緑と赤、普通のピーマンでもう十分です。こうもう押していただいて、あとは種を取っていただくだけなんですけども、もうあとはもう開いてもらって、余分な種はもう取ってもらって、基本的に押し切りですね。で横にして、縦に最初に切って横にして、あとはまたサクサクと切っていきます。パプリカだとね、肉厚がありすぎてご飯と相性が悪いんでね、やっぱりピーマンの方が相性がいいんで、ぜひピーマン使ってください。意外にね、ピーマンはね、余分なね、嫌な水分が出るんですよ、色っていうか。ですからキッチンペーパーとかでちょっとこう押してね、こう吸ってもらうと、匂いと味がきついんでね、少し水分取ってもらうと美味しくなります。はい、このような感じでね、切り物は玉ねぎ、マッシュルーム、ピーマン。ピラフっていうのはもともとフランス料理ではブイヨンでご飯を炊くんですよ。ブイヨンでご飯を炊いた中で炒めたものがピラフになるんですよね。そうするとね、普通の白いご飯で食べられなくなっちゃう。ピラフでしか使えなくなっちゃうんで、ですから粉末のブイヨンを後から足して、それを補います。そしてね、今日はシーフードミックスでもっと美味しくするために出汁があるんですよ。アサリの出汁という、もうその出汁だけ売ってるんですよね。魚介の出汁
その魚介の出汁を入れるとまた一段と美味しくなります、シーフード。でもそれがなければなくても、こっからもまあ出汁が出ますんでね、もっとレストランの味に近づけるには、まあうちのお店にはこれ出汁あえて取ってますから、アサリの出汁とか取ったり、アサリだけ取って出汁取ったりしてるんでありますけれども、で保存方法はもう冷凍していただくと日持ちしますんで、必ず冷凍してください。冷凍の魚介ミックスっていうのはやっぱり臭みがあります。まあ、臭みを消すのは一番手軽な方法としてはワイン、この材料を使って炒めていきたいと思います。では早速作っていきたいと思います。さあバターで炒めていきます。バター大さじ1入れます。であんまりね火が強いと焦げてしまうので、フライパンをこうちょっと持ち上げて、まず玉ねぎから炒めていきます。はいはい、で玉ねぎ炒めて甘みを、ちょっと少しピーマン入っちゃいましたけど、まあちょっとニンニクがねお好きな方はね、ちょっとニンニク入れても結構ですけども、中火ぐらいにして、まあ、ゆっくり炒めていきます。でだんだんこう炒まってきました。で玉ねぎはやはりバターをね吸ったりしますんでね、少しちょっとまたバターを足して、ちょっと小さじ1ぐらい足します。そしてそこに先ほど切ったピーマンですね、ピーマンを入れます。彩りでピーマン入れます。まあ、ピラフというよりね、うちは海鮮チャーハンというチャーハンというメニューがございますけども、それはねエルアワビとか入ってしてるメニューございますけども、やっぱり醤油ベースの、まあ、卵が入ったものがございますけど、ピラフはね、でもお客様のオーダーがあれば、まあ、作りたいと思いますけども、まあ、色もだんだん綺麗になって、ピーマン、玉ねぎ、まあ、だんだん全て炒まってきたら、今日買いました魚介のミックス入れます。今度この魚介のミックスはね、もうパスタとかにも何でも合いますよね。グラタンと何でも合います。でこの場合ね、水分が少し入りましたんです。火をねちょっと強火にしていきます。やっぱり水分が入るとね、水分飛ばさなくちゃいけないんでね、こう強くしていきます。彩りもきれいになってきました。でじわじわいっていきますね。やっぱり余分な水分が、もう冷凍の水分が今出てきてます。そしたらやっぱりここに魚介ミックスの臭みがありますので、ここに白ワイン入れます。ここが一つのポイントですね。白ワイン振って、で白ワイン振ったら少しまたもう少し火強めにしておきます。今度アルコールを少し飛ばしていきます。お、いい香りがしてきてます。本来ご飯入れる時には、ブイヨンで炊いたご飯を入れるんですけども、普通の今回白ご飯入れるんで、ここにブイヨンの素を入れます。粉末のブイヨンの素を入れます。
でだんだん火が入っていったらマッシュルームを入れていきます。マッシュルームはね、今入れるっていうことは形がこう崩れていっちゃうんで、最後の方に入れたいと思います。はい、でマッシュルーム入れて白いご飯を入れます。この時はね、少しもう火止めましょう。家庭だと焦げちゃうとまずいので、火を止めて一回入れます。でグリーンピースも彩りで入れましょう。はい、で火をつけて、でご飯を潰さないように、焦げないようにこう混ぜていきます。これができるとね、フライパンこう触れるとこういいんですけども、ご家庭だとこうなりますけども、それの場合はね、ゆっくりと焦げないようにやっていただきたいと思います。ちょっとうまみ調味料ですね。あさりのうまみ調味料、これがあるとまた一段と美味しくなるんで、もしあった場合は入れてください。これがあるともうパスタでも何でもグラタンでも美味しくなりますんで。お、いい香りです。そして塩ですね。で胡椒。胡椒はブラックペッパーじゃなくてホワイトペッパーですよ。ホワイトペッパー入れて、であとはもうその塩コショウを混ぜて、そしてで火を止めて、で味を見て味を整えたいと思います。まるで海の中を泳いでるようです。そんなギャグはいらないですね。美味しい。でこれでさあ、もうこれで味も整いましたんで、最後にもう味も整いましたんで、最後にこう完成です。じゃあ盛り付けていきたいと思います。美味しそう。ちょっと厚さつきをね乗せて、はい、まずこう彩りで、洋食屋なんでパセリのみじん切りを、はい、魚介のピラフの完成です。そうですね、やはり材料自体も冷凍ミックスっていう冷凍の、どこでも市販されているものを使ってどれだけ、レストランの味というか、美味しさを引き出すかっていうのが念願に置いてるんで、ピラフとかっていうのは塩加減と
少しでもちょっと塩ちょっと入れただけでもしょっぱくなってしまうし、バランスが難しいんで、味付けが難しいっていう部分がやっぱりあるんで、何回も練習してもらって、レストランの味に近づけてもらえたらいいななんて思って、はい、今日作りました。はい、すみません、ありがとうございます。